皆さんこんにちは。小垣子です。今日はショートの方で予告編を出していたんですけれども、こちら BTS のジョングクさんが着ていたシャツにインスパイアドされてセーターを作ってみました。でご覧の通り思ったよりも大きく出来上がりましたまあこれはこれでオーバーサイズのセーターということにしたいと思います。今回サイズの方、どこを何センチにしたとかそういうのは全部動画の最後の方でご紹介しています。なのでもう皆さんはそのサイズを見てお好きなようにカスタマイズして皆さんの好きな1枚というのを作っていってください。ちなみにご参考までに私は身長が160センチで服のサイズはちょっと大きめなミディアムを普段は着ています。材料はこちらになります。今回使っていく毛糸はループス&スレッドのブラッシュドソールというこちらの毛糸を約3玉ぐらい用意しています。そしてこちらは1玉が556メートルで200グラムとなっています。で、かぎ針の方なんですけれども、帯には 4.5 ミリなので日本でいう 7.5 号とあります。私は全体的には8ミリですね。8ミリじゃなかった、すいません。8号で編んでいこうと思うんですけれども、首のリブの部分だけは、ちょっと細く、7号なので4ミリですね。5ミリと4ミリで編んでいこうと思います。あと必要なものは、ステッチマーカー、とじ針、ハサミ、メジャーになります。まずはゾーン A です。ゾーン A は画面でいう赤いところになります。編み進め方はこの下の部分から横方向に編んでいきます。では編んでいきましょう。編み方の説明なんですけれども、本来のこちらの毛糸ですとちょっと編み目が見えにくいかなということで、説明の方はこちらの赤ピンクの毛糸で編んでいきたいと思います。ではまず1段目は鎖編みと長編みを一緒に編んでいくという立ち上げでいきたいと思います。なのでまず作り目をします。そうしたら鎖編みを3目編みます。1、2、3と編んだら、ここから鎖編みと長編みを一緒に編んでいきたいと思います。まず針に糸をかけて、今編んだ鎖編みの1番目の目の片山と裏山に針を入れます。そしたら糸をかけて持ってきます。この時この持ってくる糸をちょっと長めにしておくとバランスが良くなると思います。そしたら次、鎖編みを編みたいので1本だけを引き抜く。次、長編みを編みたいので2本ずつ2回引き抜いていきます。2本、2本。これで一番初めの鎖と長編みを編むという編み方が完成しました。で、今回この立ち上がりの役割をする最初の鎖編みは目の数とはカウントしないで編んでいこうと思うので、今編んだ目が1番目の目になります。なのでステッチマーカーを入れておきます。この目が次の段の一番最後の目ということになります。では続いて編んでいきましょうか。針に糸をかけて、次針を入れるところはこの左側の縦のラインになります。この縦のラインに針を入れると、後ろ側に同じような縦のラインがあると思います。なのでそこにも針を入れてもらって2本取る感じですね。で、糸を持ってきます。この時ちょっと長めに糸を持ってきて、まずは1本。その次は2本、2本。これで2番目の目が完成です。もう一回編んでいきましょうか。糸をかけてから左側のラインのところに針を入れます。そして後ろ側の縦ラインも取って2本取ります。そして糸を長めに持ってきます。すいません、猫くんが来ましたけど、左1本、そしたら次2本、2本。こんな感じで、全部で34目になるまでずっと同じ編み方をしていってください。私は今回この編み方のサンプルは1、2、3、4、5目ぐらい編んどきましょうかね。適
等なんですけれども、はい。では、これで1段目が編めたということにしたいと思います。続いて2段目編んでいきたいと思います。今回の作品は基本ほとんど長編みなんですけれども、その長編みの立ち上げは鎖3目ではなくって、細編み2目で立ち上がるやり方で編んでいきたいと思います。なぜそうするかというと、今回増やし目をこの端っこのみでしていくんですね。編みすいません。編み始めであったり、編み終わりのみで増やしていくので、ちょっと端っこの目、頑丈にしたいなということで、その立ち上げで編んでいきたいと思います。編み方はとてもシンプルで、最初に立ち上がりの鎖などは全くせずに、一番初めの目に針を入れます。で、糸を持ってきて細編みを編みます。で、2本引き抜く。そしたら今ここに縦に2本のラインがあると思います。その左側の縦ラインに針を入れます。そして糸を持ってきて、また細編みをします。これで立ち上がりの長編み1本分の目ができたことにしたいと思います。なのでこれが1番目の目、見失いたくないのでステッチマーカーを入れておきます。そして、1段目じゃなかった2段目は最初の目で増やし目をしたいと思います。なので今編んだところと同じところですね。ここに2回目は普通の長編みを編みます。同じ目に2本入ったことになります。そしたら残りの目は1目ずつ長編みを編んでいってください。34目でスタートしているので、34たす1、35目全部で編むことになります。私はサンプルなので、全部で6目ですね。で、このステッチマーカーの目が最後の目になるので、そしたら最後の目はステッチマーカーを取って、そのステッチマーカーが入っていたところに針を入れて編んでいってください。そしたら、ここからしばらくは、端っこのみで増やし目をしたりしなかったりするだけというとてもシンプルなパターンになります。ちなみに編み始めの増やし目は今お見せしたように、鎖2目のような立ち上がりをして長編みをするんですけれども、編み終わりで目を増やしたいときはもうシンプルに最後長編みを編んだところにもう一度同じ目に針を入れて編んだら、編み終わりのところは増やし目ができるようになります。そうしたらあとはもうこの端っこで増やし目をしたりしなかったりするのみなので、書いてある編み方ですねをアップしたいと思います。段の編み始めや編み終わりで増やし目をしたりしなかったりしながらずっと編んできて48段目まで編み終わりました。そうしたら続いて49段目から5段は、肩のところのラインと襟ぐり、ネックラインですね、を作っていきたいと思います。まず49段目は1目ずつの長編みをずっと編んでいって最後の3目で減らし目をしたいと思います。なので残り3目になるまでまず長編みを編んでいきます。残り3目となっています。1、2、3と残っているので、この3目で最後は長編み3目一度、この3つの目を1つの目にしたいと思います。まず針に糸をかけて一番初めの目に針を入れて持ってきたら2本引き抜きます。そしたらあとはこれを2回繰り返します。針に糸をかけて次の目に針を入れて持ってきたら2本だけを引き抜きます。そしたら最後の目、ステッチマーカーが入っている最後の目に針に糸をかけてから入れて、
そして持ってきたら2本引き抜きます。そしたら今針には4本残っているんですけれども、この4本すべてを一気に最後引き抜きます。これで、49段目完成ということになります。続いて50段目編んでいきます。50段目からは、襟ぐり、ネックラインですね、を作っていくので、こう全部編んでいくのではなくて、首のところを開けたいので、右、左と分かれて編んでいく感じになります。ごめんなさい。このぐらい編んでいく感じですね。では、編んでいきましょうか。まず最初は、1目飛ばして編んでいきたいので、今、一番初めの目はこの目になるんですけど、ここを飛ばして次の目から長編みの3目一度を編みたいんですけれども、なるべくちょっと隙間をなくして編みたいなと思うので、編み始めで長編み3目一度を編みたいなという時は、ちょっと長編み3目すいません、長編み3目一度ではなくって、細編み長編み2目一度としたいと思います。なので、最初の目を飛ばします。そしたら次の目に細編みをします。どうしようかな。立ち上がり1をしてから、鎖1目を編んでから、1目飛ばした次の目に細編みをします。そして次、隣の2目を使って長編みの2目一度をします。針に糸をかけて、最初の目に、編むとこで危なかったですね。長編みの途中みたいなものを編んだら次、また糸をかけて隣の目に針を入れて持ってきて、2本だけを引き抜いたら、残りの3目を引き抜きます。で、これが、次の段一番最後の目ということになるので、ステッチマーカーを入れておきます。そうしたら、ここから長編みを編んでいくんですけれども、長編みは20目編んでいってください。長編み20目編み終わりました。そしたら、この右側最後は前の段と同じですね。3目を使って長編みの3目一度をしていきたいと思います。針に糸をかけて1番目の目に行って、次2番目の目と長編みの編みかけみたいなのを3回編んでいってください。で、この時糸を引っ張りすぎるとこの斜めのラインがつってしまうので、糸加減気をつけながら編んでいってください。で、全部引き抜いたら50段目右側完成です。続いて51段目編んでいきたいと思います。編み始めは50段目同様に編んでいくんですけれども、まず1目飛ばしたいので、この根元の目には編み入れません。なので、そしてそれから3つ、3目を1目にしたいので、まず針じゃなかった鎖編みを1目編みます。そして1番目を飛ばして2番目の目に細編みをします。そして次の2目で長編みの2目一度をします。そしたらこの目が次の段の一番最後の目ということになるので、ステッチマーカーを入れておいて、あとは、1目ずつの長編みを編んでいきます。14目編んだら長編み3目一度で、残り1目余るんですけれども、これは何も編み入れず飛ばしてください。そうしたら52段目、53段目、54段目も似たような編み方なので、編み方の方を書いて貼っておきたいと思います。肩、襟ぐり部分、右側完成しました。そしたら同じように左側も作っていきたいと思います。で、編み始めなんですけれども、右側の50段目の最後の目を探します。ここですね。ここが私の場合最後の目なんですけれども、そうしたらここの次の目から14目数えます。で、14目数えたところがこのステッチマーカーが入っている目になります。そしたらその隣の15番目から編んでいきたいと思います。
針を入れて糸を持ってきます。そして鎖編みを1目編んだら、その隣の目なので16番目ですね。この目から長編み3目一度のように編んでいきたいので、まず最初は細編みを編みます。そして隣の2目を使って長編みの2目一度押します。そしたらこの目を次の段の一番最後の目としたいので、ステッチマーカーを入れておきます。で、あとは編み方自体は何も新しいことがないので、文字での編み方をアップしておきたいと思います。ゾーン A 完成しました。そうしたらこれと同じものをもう1枚作ってください。続いてゾーン B です。ゾーン B は画面でいうこちらの青い部分になります。編み進め方は縦方向に編んでいくという感じになります。ゾーン B もゾーン A 同様に最初は鎖編みと長編みという立ち上がり方で編んでいきます。ただゾーン B は1段目の最後の1目から早速増し目をします。なのでその増し目のやり方をお見せしたいと思います。まずこの鎖と長編みというのを78目編んだら79番目、次が79番目だとしての目を編みます。縦のラインに針を入れて糸を持ってきて鎖用の1で2と編んだら、次増し目をしたいので針に糸をかけてこの縦のラインに針を入れたら糸を持ってきて、でここで鎖を編む必要がないので2目と引き抜いて長編みを編んでください。そうすると1段目のこの端っこ増し目ができたということになります。続いて2段目編んでいきたいと思います。2段目立ち上がりは、ゾーン A 同様に鎖じゃなかった細編みを2目編むような立ち上がりでいきたいと思います。なので最初の目に針を入れて糸を持ってきて引き抜く。そしたら次ここの縦のラインに針を入れて糸を持ってきて引き抜く。これが、長編み1本分とカウントしたいと思います。そして、2段目は早速増やし目をしたいので、今針を入れたところと同じ目にもう一回普通の長編みを編み入れます。そしたら残りは1目ずつの長編みを編んでいってください。で、3段目は最初に長編みでスタートして編み終わりで増やし目と、こちら側のみ、片方の端っこのみで増やし目を9段目まで編んでいってください。そして10段目は増減なし、ただ1目ずつの長編みを編んでいってください。10段目まで編み終わりました。そして今11段目を編んでいる途中になります。11段目はこの増減のない方の端っこから長編みを今82目編んだところです。なので残りは6目となっています。そしたら、このずっと増やしてた方の端っこですね。こちらで今度は減らし目をしていきたいと思います。で、減らし目をしていく前に、まずは今編んだ82番目、最後の長編みのところの上にステッチマーカーを入れておきます。そしたら次の目から2目はまず中長編みを編みます。針に糸をかけて糸を持ってきたら3本引き抜く。隣も同じように中長編み。そしたら次の2目は細編みを編んでいきます。持ってきて引き抜く。針を入れて持ってきて引き抜く。そしてその隣の目は引き抜き編みをします。なので針を入れてで引き抜きます。
そしたら最後1目残っているんですけれども、この目は編み入れず飛ばしたいと思います。そしたらもう私は糸を切ってあるんですけど、糸を切ってもう一回引き抜き編みをして11段目はおしまいということにしたいと思います。糸を切らないで続けてやってもいいんですけど、ちょっと飛ばすところが広すぎるので糸が緩んだりしちゃうかなと思うので、私は切っていきたいと思います。続いて12段目編んでいきたいと思います。作品をひっくり返して12段目はまず、最後の生編みじゃないですね。長編みから目をカウントしていきます。で、早速1目飛ばしたいので、このステッチマーカーの目には編み入れず、隣の目、先ほどと逆を編む感じですね。その隣の目に針を入れて、糸を持ってきたら、次の目から細編みを編みたいので、ステッチマーカーの隣の目に針を入れて糸を持ってきたら、その次の目から細編みを2目編みます。で、この糸端を編みくるみながら編んでいきたいと思います。1、すいません。2と編んだら、先ほどの逆なので、すいませんね、ごくんが来ましたね。中長編みを2回編み入れます。あとは長編みをずっと編んでいってください。そして、13段目以降なんですけれども、編み方はほとんど同じになります。ただ途中でちょっと細編みを編む数を変えたりするので、またこちらも文字の編み方の方をアップしておきたいと思います。ゾーン B 完成しました。そしたらこれも同じものをもう1枚作ってください。続いてゾーン C です。画面でいうところのこちらの緑の部分になります。ゾーン C の編み進め方は基本的にゾーン B と同じになります。縦方向に編んでいって、片側の端っこのみで増やし目をしていきます。目の数は違うので、文字のパターンの方をアップしておきます。9段目まで編み終わりました。ゾーン B とかなり似ていて、片方の辺はまっすぐで、もう片方の端っこのみで増やし目をしてカーブを作ってきた感じになります。続いて10段目からは減らし目をしていきたいと思います。かなり緩やかな、ラインを作っていきたいと思います。目の数はちょっと違うんですけれども、編み方自体はゾーン B と同じになります。まず最初に斜め飛ばして8番目の目に針を入れて引き抜いて細編みを編んでいってという感じなので、こちらも文字のパターンをアップしておきたいと思います。ゾーン C 完成しました。こちらも同じものをもう1枚作ってください。続いてゾーン D です。ゾーン D はこちらのオレンジの部分になるんですけれども、こちらのゾーン D は前と後ろ両方を一気に編んでいく形になるので、形としたらちょっと適当に書いたんですけど、こんな感じのものを編んでいくことになります。そしてこちらの真ん中の線は袖用の空きになります。こことここはくっついていない状態になります。このような形のものをゾーン D は下から横方向に編んでいきます。ゾーン D も他のパーツと同じように編み始めは鎖編みと長編みを一緒に編んでいくという立ち上げ方で編んでいきます。そして今それを38目編んだところです。そしたら増減なしで、18段目まで編んでいってください。18段目まで編み終わりました。そしたら続いて、右と左に分かれてと言いますか、前部分と後ろ部分に分かれて、袖の空きを作っていきたいと思います。なのでまず最初向かって右側ですね。こちらを18目
の長編みで往復編みをしていきたいと思います。で、これをどのぐらい編むかなんですけれども、この往復編みの方は23段なので 18+23 は41段目までですね、編んでいきたいと思います。41段目まで編み終わりました。続いて最後の6段で、肩の部分の角度を作っていきたいと思います。なのでまず最初42段目ですねは鎖1で立ち上がって1目飛ばします。そしてその次の目に針を入れて細編みを編みます。そして次の2目を使って長編み2目一度押します。長編みの編みかけみたいなのを2目編んだら、それをすべて引き抜きます。そしてこの目を次の段の一番最後の目ということにしたいので、ステッチマーカーを入れておきます。そして残りの目はすべて長編みになります。ゾーン D の片側完成しました。そしたら続いて、今編んでいたこの目ですね。ここから2目開けて3番目の目から同じようにまずは18目の長編み、1段につき18目を23段編んでいって、その後この角度の方が逆になるように編んでいきたいと思います。ゾーン D 編み終わりました。続いてゾーン E を編んでいきたいと思います。画面でいうこのピンクの端っこの部分になります。ゾーン E もゾーン D 同様に前と後ろをくっつけた感じで編んでいきたいと思います。なのでサイズの違うゾーン D を編んでいくような感じです。ゾーン D 同様に下から横方向に編んでいきます。なのでこちらは文字のパターンをアップしておきたいと思います。ゾーン E 編み終わりました。ゾーン A から E まで完成しました。そしたら次はこちらをつなげていきたいと思います。つらないようにところどころステッチマーカーで押さえて、で、目の拾えそうなところを拾ってつなげていきたいと思います。それぞれのパーツ、そして脇、肩の部分とつなぎ終わりました。続いて首のリブの部分を編んでいこうと思います。首の部分を私が思っていたよりもちょっと空きが広かったので、リブはちょっと幅を太めに編んでいこうかなと思います。そしてリブの部分は細編みを編んでいこうと思うんですけれども、針の方を、本体部分より細くして編んでいきたいと思います。8号から7号に針を変えて編んでいきます。で、編み始めは、編み地は表側を向いている状態で、左肩の後ろら辺から私は編んでいこうと思います。これはどこでも目立たなさそうなとこだったらいいんじゃないかなと思います。編み始めのところ、どこでもいいので針を入れて、糸を持ってきます。そしたら立ち上がりの鎖1をして、今針を入れたところと同じところに針を入れて細編みを編みます。そしたらこれが一番初めなので、ステッチマーカー入れておきたいと思います。そしたらあとは針が入りそうなところにこうつったりゆるゆるになったりしない程度にバランスを見ながら針を入れて細編みを編んでいきます。で、途中、後ろ身ごろと前身ごろのこのつなぎ目ですね。ここの部分はちょっと一目ずつ編んでいくともたついてしまうと思うので、細編みの3目一度をしたいと思います。細編みの3目一度は細編みの編みかけを3つ編むみたいな感じなんですけれども、もう1目普通の細編み編んでからいきましょうか。そうしたら、
V の字がここになるんですけれども、まず1番目の目のところに針を入れて持ってきたら、次の目に針を入れて糸を持ってくる。あともう1回ですね。どこか針が入りそうなところを見つけて、で糸を持ってきたら、この針にかかってる4本すべてを引き抜きます。そしたら次また1目ずつの細編みをぐるーっと編んでいくというのを多分5段ぐらい編んでいきたいと思います。続いて袖です。袖も他のパーツと同じように編み始めは鎖編みと長編みを編んでいくという立ち上げで、ずっと77目編んでいきます。そしたら次長編みで増減なしなのでシンプルな長方形を作っているんですけれども、それで17段編みました。そして画面を見ていただいたらお分かりいただけるかと思うんですけれども、この上の部分だけ少し色が変わっています。というのは、今回私は全て同じ色の系統を買ったつもりだったんですけれども、一玉だけロットナンバーが違って色が濃くなっています。なので今回ゾーン A の部分と袖のこの一部分は濃い方のグレーを使って編んでいます。で、この袖の部分1枚編めたら全く同じものをもう1枚編んでください。それが編み終わったら本体部分に縫いつなげていってください。セーター無事に完成しました。はい。そしたら最後ですね、こちらのセーターのサイズについてお話ししていきたいと思います。今回このセーター必ず必要なものはゲージになります。で、今回私のゲージ10センチ ×10 センチには長編みが15目9段入るということが分かっています。これをもとにそれぞれのところのには、何目何段入れたらいいかを計算していきました。で、こちらが、セーターのサイズなんですけれども、青で書かれた部分がすべてセンチメートルになります。で、ところどころ赤で書かれているのが目の数になっています。で、この青で書かれたこのそれぞれの長さなんですけれども、私が今回基準としているのはこの首のとこの上のライン、ここですね。こことここから、15、45なので60センチのところ、この線を基準に物差しを置いて測っています。なんですけれども、今回この使った紙が画面を通してもお分かりいただけますかね。四角いマスがある紙を使っています。方眼紙っていうのかな。で、この四角いマスを、1マスを 2.5 センチ ×2.5 センチとして、線を引いています。なので途中四角の角ちょうどじゃないところ、中途半端なところももちろんラインが通るんですね。そういうところは目測っていうんですかね。目で見てだいたいこう 2.5 センチのところの真ん中よりちょっと手前かなと思ったら1センチ分だけ多くしてみるとか、そういう感じで数字を当てはめていっています。そして、ゾーン A ですね。これは早速1枚目だったんですけれども、早速左右非対称なので、それぞれ端っこの増し目の割合が違ってくるんですね。で、ゾーン A を考えるとき、私はこの中心の赤い線をもとに1枚のパネルなんですけれども、それぞれ左右で逆じゃなかった。別々に考えていきました。なので、こっちでは、増し目を何段に1回したらいいな。反対側では増し目はもっと少なくていいかなということで、別々に考えていきました。今回の作品、ポイントが3つあります。まず1つ目。それぞれのパーツをすべて編み終わって、縫い合わせる段階のことなんですけれども、それぞれのパーツを縫い合わせるとき、この A から E までですね、を合わせるときは、長編みが縦に出る方向のパーツを手前にするようにしてください。言葉で言うと言ってる意味が分かりにくいかもしれないんですけれども、今回の作品 A から E までは常に横縦横とそれぞれ縫い目が
逆になるように配置してあるんですね。で、それぞれを縫い合わせるときに、片面は必ず長編みが縦になって、もう片方は横になると思います。そういう時は、縦になる方を手前にして針を入れて縫っていくと、一目ずつの間隔がすごい取りやすいと思います。反対側だと長編みの横を拾っていくので、ちょっと分かりにくくなっちゃうんじゃないかなと思います。そして2つ目、今回私と全く同じステッチの数で編んでいく方はほぼいないんじゃないかなと思うんですけど、皆さんがこう編み目を組み立てていくとき、もし減らし目のチョイス、何段目にしようかなと、編み始めに編む、編み終わりに編むというチョイスがあったときは、断然編み終わりで減らし目をすることをお勧めします。編み終わりで減らし目をした方が、次の段の始めとかもスムーズに編んでいけるので、目も綺麗に出るかと思います。そして3番目、この作品は皆さんがそれぞれ設計していただいて、で、一発でバシッと思った大きさ、サイズを作っていけたら問題ないんですけれども、私は何回も編み直しをしました。なので、ポイント3つ目は、ほどきやすい毛糸で編むことをお勧めします。この毛糸はほわほわしていて、ほどくのがすごく大変でした。なので、もっとスルスルっとほどける毛糸で編んでもらったら、ほどく時のストレスが少し減るんじゃないかなと思います。今回私自身この作品はいろいろめんどくさいことしてるなと自分でも思いながら作りました。なんですけれども、自分で思い描いた、こう作っていきたいなと書いたものが実際の作品になるというのはすごく楽しくて気持ちのいいことなんじゃないかなと思います。なので皆さんも今回私はこの横幅80センチで作ってあんな大きなセーターができたんですけれども、皆さんお好みのサイズにカスタマイズしていただいて作ってもらったら、すごい、楽しく作れるんじゃないかなと思います。もしよろしければ、高評価ボタン、そしてチャンネル登録の方をよろしくお願いします。では最後までご覧いただきありがとうございました。バイバーイ。